こんばんは、新パイロットきよきよです。6月もいよいよ後半。外は相変わらずの雨模様でジメジメとした日々が続いていますが、家でぐでーっとしているのももったいないですので、今週もいつもの週刊フライトシムニュースを始めていきたいと思います。まずは皆さん、今週も1週間フライト本当にお疲れ様でした。今週はジャストフライトとコントレイルからそれぞれ一癖も二癖もある新作機体がリリースされたほか、カレナドからは調布空港のあの顔がついに発表。さらにフライトシム界隈を大きく揺るがしていたあのメーカーへの歴史的制裁など見逃せないニュースが盛りだくさんです。それでは今週のヘッドラインから見ていきましょう。ジャストフライトフォッカー70、フォッカー100テイクオフ。まずジャストフライトさんの話題から、長年開発が続けられていた高中実度な旅客機フォッカー70とその同長の機体であるフォッカー100がついにリリースされました。開発チームまでもが最も野心的なプロジェクトと語る本作は、かつてオーストリア航空やオランダの KLM 航空などで活躍したオランダ生まれの名総発ジェット旅客機です。残念ながら日本への導入話は幻に終わってしまった機体でもあります。顔立ちはどことなく現行のエアバス機を思わせる丸っこいシルエットになっています。システム面ではジャストフライト初となる本格的な VNAV を完全実装。離陸直後から着陸進入までの最低高度まで高度や速度の制限を完璧に守りながら自動飛行させることが可能です。そして面白いのが実際の機体ならではのリアルな癖まで忠実に再現されている点です。例えば通常の旅客機では珍しいフラップゼロでの離陸が可能であること。車輪の格納にはわずか9秒しかかからないのに、展開には32秒もかかる独自の仕様。重量や気温によっては巡航高度に達するまで30分以上も要する点など、同機体を飛ばしていた元機長もうなる挙動が楽しめるとのこと。ちなみにオートパイロットの操作感はデフォルトの A310 のようにノブを押したり引くタイプ。 FMS も A300 や A310 と同系統なので、あの辺りの機体を飛ばし慣れている方であればすぐに馴染めるはずです。オーバーヘッドパネルのスイッチも見た目の割に自動化が進んでいるため、実際に触る部分はごくわずか。ちょっとレトロな機体を飛ばしたいけれどコックピットの操作は最小限に抑えたいという方にまさにうってつけの機体となっています。コントレイル自社初のアドオンファルコン50をリリース。続いてはアドオンの販売管理プラットフォームとしておなじみのコントレイルのニュースです。約2年半の開発期間を経て待望の脱走ファルコン50がついに発売を迎えました。意外なことに2024でファルコンシリーズが登場するのは今回が初めてとなります。本作で最もこだわり抜かれたのがコックピットのクオリティです。1970年代に誕生したクラシックな3発ビジネスジェットですが、今回は近代化改修を施した仕様をモデル化したとのこと。コリンズ社製のデジタル EFIS にガーミン MX20、そして GNS-XLS のフライトマネジメントコンピューターが組み合わされています。さらに素晴らしいのがビジュアルの質感です。あえてピカピカの新品状態にはせず、長年飛び続けてアップデートを重ねてきた機体特有の使い込まれた生活感とそのみがリアルに再現されています。で、私も実際に購入して飛ばしてみたのですが、正直に言います。操作難易度はちょっと高めです。特に GNS-XLS は操作に慣れていないとルートを入力することすら至難の業。さらに機体の挙動がかなりピーキーで、操縦桿を少し動かしただけで機体が大きく反応するため、こちらにも慣れが必要です。我こそはという方、チャレンジングな機体に飢えている方は、ぜひコントレイルのサイトから機体をチェックしてみてください。MC なり
ついにマイクロソフトフライトシミュレーターマーケットプレイスから永久追放。さあ、今回のニュースで個人的に大きなトピックがこちらです。ASOBOは公式フォーラムにて2020および2024の両マーケットプレイスから MC ナリーコンテンツの販売を即時停止することを発表しました。MC ナリーといえば、このチャンネルでも過去に痛い目に遭わされてきたので、この決定にはついにやったかという嬉しい限りです。とにかく機体のクオリティは低いわ。説明文には平気で嘘を書くわ。レビューには桜の水増し。さらには最近だと AI 生成した画像ばかりを並べて、実際のゲーム内スクリーンショットはゼロと上げるだけでも本当にやりたい放題でした。まさにコミュニティの勝利と言えます。今回の件でユーザーが声を上げ続ければ公式も動いてくれるという良い証明になりました。ASOBOは以前に水増しされたレビューを削除すると公言していましたが、結局のところいたちごっこで効果がなく、最終的に一発退場という厳しい一手を下した形です。焦点はこれを皮切りに他の怪しいアドオンメーカーも一掃されるかどうかですね。今後の公式の動向にも注目です。なお、すでに MC ナリーのアドオンを購入して所有している方については、今回の追放によって手持ちの機体がライブラリから削除されることはありません。ラテン VFR A380 リリース。続いてはラテン VFR のニュースです。なんとイニビルズよりも早く自社製の A380 を公開しました。紹介トレーラーの公開からわずか5日での電撃リリースとなった本作。使用書によると、ステップクライムや RNAV、FLS アプローチへの対応、さらには2024のキャリアモードにも対応する複雑なシステムを備えているとのことです。個人的にはイニビルズが A380 を発表してきたから、急いで先手を打って出してきたのかなという空気も感じてしまいますが、ひとまず今すぐ飛ばせる A380 としてリリースされた形です。巨大な機体をいち早く動かしてみたい方は、ゲーム内のマーケットプレイスをチェックしてみてはいかがでしょうか。今週の新作。このコーナーでは新しく発表された注目の機体をサクッと紹介するコーナーです。今回はカレナドから公開されたこちらの1枚から。はい、ドルニエ DO228 です。東京の調布空港を利用したことがある方なら、この特徴的なフォルムでピンときたのではないでしょうか。短い滑走路でも離着陸できる高いストール性能を持つツインターボプロップ機で、山岳地帯や沿岸警備隊のパトロール、大型機が入れない離島などの地域輸送を支える名機です。これまでマイクロソフトフライトシミュレーター用としてクオリティの高いドルニエは存在していませんでしたが、まもなく2024用のアドオンとして登場する予定です。詳しい仕様はまだ明かされていませんが、近代化改修前のいわゆる NG ではないクラシックなモデルである可能性が高いとのこと。何はともあれ、日本のユーザーにとって馴染み深い調布空港の顔がやってくるのは本当に嬉しいニュースです。おそらくマーケットプレイスでの登場になると思われますので、その勇姿を楽しみに待ちましょう。というわけで、今週のフライトシムニュースは以上となります。今週は一癖も二癖もある個性的な機体のリリースが重なり、フライトシム界隈が一段と華やかになった印象です。そして公式負けプレの闇だった MC ナリーの追放は、これ以上の被害を出さないためにも英断だったと思いますし、素晴らしい前例ができたなと感じています。皆さんは今週1週間で気になったニュースは何でしたか？最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。